切れ味に関してもちろんいいんだけど、これは持続性はちょっと今の段階で何年も使ってるわけじゃないかわからないけど、ただ間違いなく言えるのはこの力の加減が今まで何本かハサミ使ってきたけど、その中ではかなり手の馴染みがいいというか、無駄な力がなく切れていくという感覚ですね。この作りに何か秘密があるのかもしれないけど、ハサミの利点としては力がいらないところかな。この裏側で余計な鱗もこうやって取ることができますからね。これはもうベース8キロあるあんこですね。で、皮を剥ぎます。こんにちは。高橋岳です。僕は人形町でサンピエールっていうビストロをやっています。お店ではラングドクルーションのワインと魚介料理を中心にしたラングドクルーション、プロバンスなどの地中海の郷土料理を合わせて楽しんでいただくお店をしています。料理は現地の人が毎日のように食べているものをそのまま日本の人に味わってもらう。フランス料理のイメージの中で、例えばバターとか生クリームとか少し重厚で重たいっていう、それも一つの料理の種類なんですけど、僕の店ではオリーブオイルとニンニク、ハーブ、トマト、レモンの酸味があってスカッと爽やかなイメージのお料理が多いかと思います。南仏地中海いろんな皆さんのイメージあると思うんですけど、僕の中ではもう雨が降らなくて太陽あっと日差しが強くて海があって山があって明るい元気、そういうイメージですね。なのでお店に来てもらってもうワイワイ飲んで食べて、でリラックスして楽しく明るくという気分で帰ってもらえたらいいなというふうに思ってます。はい、じゃあスープ用の私が釣った魚たち、市場で買ったのもありますけど、あとあれですね、基本的にはもうさばかず全部そのままを切っていきます。で、このクリガニちゃんはちょっと硬そうですけども、これも今日は出しにします。常に僕ら食材を無駄にしないとか、食材大事だっていうふうに常に意識しながら仕事してるわけですけど、今時代の流れとして食材の他に人材っていうのは、例えば働き手不足だったりとか、あと人件費が上がってたりする中で、限られた人材の中でどう効率よく仕事をしていくかというのもシェフが考えるべき仕事の一つかなと。でその中で要所要所でハサミを取り入れていくことで作業効率が上がる場面っていうのは多いのかなと思います。特に僕は自分が釣ってきた魚だとかカニなんかよくさばいて調理することが多いんですけど、そうすると明らかに包丁を使うよりもハサミを使った方が時間も早い、飛び散ったりしない、綺麗に早く作業ができる。これからの飲食店としては効率を考える上でもハサミは効果的に使っていくべきかなと。一皿目、セイコガニのタブレでメリメロサラダですね。今が旬のセイコガニですね。身を蒸してほぐして、でクスクスと合わせまして、それで上に季節のお野菜を蒸したもの、これを冷やしてサラダ仕立てにしてあります。カニの中でも特に小さい種類のカニになりますけれども、やはりあれさばくのに非常に便利だなと思ったのはこちらのハサミですね。細かい足のところもスッと入ってきますし、あとは甲羅、味噌を取り出す上で、全部バラバラにしていくんですけど、かなり効率が良かったかなと。今回はそのカニをさばくのと、あとこの料理の中ではハーブを切るという作業、それから蒸した野菜を切りながら盛り付けるという作業に使ったんですけど、お料理盛り付けてる間はほぼもうハサミを置くことなく切って持ってちょっと調節してっていう、こういう本当に体の一部みたいな感覚で使えたかなと思いますね。包丁でスパッて切るよりもナチュラルな断面になるのがこういうサラダの時はハサミ使い方としてはいいんじゃないかな。
はい、2皿目はスープ自体はスープ・ド・ポワソンのブイヤベース風に仕立てたものですけれども、もともともう売り物にならない魚なんか小魚とかそういったのをこう漁師さんがスープにしてっていうのがブイヤベースなので、僕が釣りに行って本来でしたらリリースするようなちっちゃな魚だとか岩礁の小魚なんかをこう貯めといて、でそれをもう内臓ごとハサミで切ってでスープを使ってムーランでこしてっていう、昔ながらのやり方で作ったスープになります。本来ブイヤベースには甲殻類っていうのはほとんど入れないんだけども、でも市場でスナヤダムナはなるべく使うようにしてるので、今日旬の栗ガニを入れたいと思います。鉄だと鉄の味がして嫌がる人もいるけども、もともと漁師料理ですから難しいこと考えずにとにかくワイルドにいきましょう。なのであと石灰質の味が欲しい南仏のワイン、シュッとした石灰岩のワインとの組み合わせを考えながらでリカ最初の作業としては小魚をひたすら細かく刻むと。でその時にこの大きいハサミが活躍しましたね。でこの引っかかりがあることでしっかりそのカチカチに凍った魚なんかも捉えて力を入れて切るというのが可能になっているかなと思います。内臓を傷つけちゃうとまたその中身が出て身に嫌な匂いとかつきますから、この繊細な作業をちっちゃい方でお尻から入れてあげてお腹を切ってこれまででちょっと硬い部分は大きいやつ力を入れないで切れますね。この部分はバツッと大きい。具に使う魚に関してはだいたい今回は 500g から1キロ半ぐらいのものを用意して、今回のようにエラを落とす、内臓を取る、頭を落とす、ヒレを切る、ぶつ切りにするところまで含めてハサミだけで今回の下処理は済んだかなと。でそうすることでまず食材が血とかそういうものが飛び散らない。あともう一つハサミを使ってさばくメリットとしては、包丁を切るときにどうしても下の身にプレッシャーかかってしまうのをハサミで切ることでそのストレスを身に与えなくて魚をカットすることができるという利点があるかなと思います。で3品目ですけども、あんこのポワレ、タプナードのクルートを乗せて蒸したもので、オレンジ風味の赤ワインソースで、付け合わせはですね、あんこの肝と胃袋を入れたレンズ豆の煮込みという。であんこなんかはさばくときはもう今回はこの2本でさばきましたけれども、今回8キロぐらいのあんこをさばく上で特に硬い骨も含めて遜色なく作業ができたかなと思います。ああいう柔らかくてプニョプニョしているような魚はハサミが一番効率いいんじゃないかとは思います。今回あんこをさばくという作業は丸鶏をさばく作業なんかにもちょっと共通してますけど、一番弱い部分をこう探ってあげながら切っていって余計な皮を切る、今度は骨のつなぎ目を切る、この繰り返しになります。やはりこのハサミを使うことで指先に触れてる食材の感覚っていうのが伝わってくるので、ここ今硬いところだな、ここ柔らかい切っていいところだなっていうのをこれで刃先から伝わる感覚を頼りにこう探り探り切っていける、そういうハサミなんじゃないかなと思いますね。なんかすごくいいなと思ったのが、営業中にちょっと切りたいとか、ちょっとこの作業したい、でもじゃあまな板出して包丁出してじゃなくて、ちょっと調理場の端っこでお皿の上でっていう作業ができるので、営業中ちょっと1本置いとくと便利なこと多いなと思いましたね。この好きなところでこう止められるっていうんですか、ちょっとここまで切る、ここまで切る、止まってるのでパカパカしてないんですよね。
これがまたこう指先で微調整するときに止めたいところで止められる。これすごくいいと思いましたね。これが持ったときにガチガチの硬いハンドに比べて手に馴染むポイントになってるんじゃないかなと思います。もちろん使ってる最中にくにゃくにゃするわけではないんですけど、適度なこの弾力があることで、おそらく外側に向けて開くときに手に対しての負担が少ないのかな。例えばブイヤベースの仕込みなんかは1回で5キロぐらいの魚をひたすらこれで切るんですけども、だいたいこう握力がもう3日ぐらい戻んないみたいな状態になったりするのが結構ね、これで今回仕込みさせてもらったんですけど、不思議にそこまでの手の負担が、なかったとは思いますね。